こちらでは、行政書士マキの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、書類の余白に残る思い。小沢真希は27歳の行政書士だ。愛知県、幸田町にある税理士事務所に勤めて5年。在籍する税理士のサポートをしながら、役所に提出する許認可申請や契約書の作成が主な仕事で、最近は飲食店の開業を支える依頼が多い。地道だな。誰かの夢を形にするその過程に立ち会えることが、マキには誇らしかった。ある日の午後、いつも依頼をくれる設計事務所から電話が入った。今度、新しくカフェを開業することがいるんです。書類一式、いつもの通りお願いできますか？はい、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。詳細を送っていただけますか？よく来る慣れた依頼だ。食品衛生や消防、保健所への手続き。マキは流れるように段取りを頭の中で組み立てた。打ち合わせ当日、指定された事務所の会議室に入り、マキは依頼人の姿を目にして、息を飲んだ。豆川くん。マキ。7年前、専門学校で同じ夢を語り合い、一度は恋人になった相手。別れてからは会うこともなく、心の奥で記憶だけが静かに眠っていた。その人が、今は依頼人として目の前にいる。しばしの沈黙。でもマキは深呼吸をして、すぐに専門家の顔に戻った。豆川さん、本日はよろしくお願いします。必要書類についてご説明しますね。よろしく、お願いします。懐かしい声が耳を震わせる。けれどマキは、淡々と業務を進めた。申請の流れ、必要な図面や添付書類、審査にかかる期間。説明に迷いはなかった。豆川も真剣な表情で相槌を打ち、打ち合わせは無難に終わった。だがその後も、書類の確認や役所への問い合わせのため、二人は何度も顔を合わせることになった。豆川が時折見せる人懐っこい笑顔。かつて心を惹かれたその仕草に、マキの胸は小さくざわめく。この人と、また言葉を交わす日が来るなんて。書類は順調に進み、開業も目前に迫ったある晩。マキのスマホに豆川からメッセージが届いた。お礼も兼ねて、食事でもどうかな。画面を見つめ、心臓が跳ねる。今日もとはいえ、豆川と二人で過ごす時間は楽しかった。彼の夢に向かって二人で協力する時間が愛おしかった。復縁なんて考えすぎかもしれない。けれど心の奥に期待が芽生えるのを止められなかった。約束の日、鏡の前で、マキは何度も服を合わせてみる。仕事用のスーツではなく、少し柔らかな色のワンピース。髪もゆるく巻いて、控えめな口紅を刺す。胸の鼓動が抑えきれなかった。約束のレストランに入ると、奥の席から手を振る豆川が見えた。だが、その隣には、可愛らしい女性が座っている。マキ、この人を紹介するよ。ね。豆川は少し照れたように笑いながら続けた。彼女はカフェを一緒にやるパートナーなんだ。まだ結婚はしてないけれど、店が軌道に乗ったらきっとそうなると思う。今日は今後も手続きでマキにはお世話になるだろうから紹介しておきたくて。その言葉にマキの胸の奥で何かが崩れ落ちた。そうだったんだ。けれど、職業人として、そして昔の恋人としての記憶や思い出は胸の奥に押し込んで、精一杯の笑顔を作る。はじめまして。豆川さんにはお世話になっています。開業、きっとうまくいくと思います。私も全力でサポートしますし、応援しています。声が少し震えたのは自分でも分かった。だが二人は気づかず、同じように笑顔を返してくれる。食事の間、マキはできるだけ明るく振る舞った。強制書士として、補助金や助成金の仕組み、将来の展望を語り、二人の夢を支える言葉を選んだ。心の奥では切なさが渦を巻いていたが、それを見せることはなかった。店を出て、三人で歩き始める。だがやがて、豆川とその女性は自然に肩を寄せ合い、前を並んで歩いていった。マキは少し離れて、その後ろ姿を見つめる。
あの頃の私たちもあんな風に歩いていたんだよね。胸の奥がキュッと締め付けられる。けれど、不思議と涙は出なかった。ただ、どうしようもないほど切なく、そして少しだけ温かい。二人の姿が交差点の向こうに小さくなっていく。マキは立ち止まり、夜空を見上げた。雲の切れ間から星が一つ、淡く光っている。冷たい秋の胸の奥まで届き、すっと息が軽くなった。応援するって言ったんだから。私も前を向かなきゃ。マキは小さくつぶやき、夜道を歩き出した。その背中に、かつての恋の記憶が静かに溶けていった。お聞きいただきましたのは、女性行政書士小沢真紀さんの恋愛を描いた短編小説「書類の余白に残る思い」でした。いかがでしたでしょうか。この切なくも美しい物語、本当に心にじんわりと染み渡るようなお話でしたね。私たちは今その余韻に浸りながらこの物語をもう少し深く掘り下げていきたいと思います。今日のテーマはまさにこの物語の核心にある過去の恋愛との再会、そして心の整理です。特に恋愛心理学の視点も少し交えながら大人2人の視点で語り合っていきましょう。はい、まず物語の冒頭で描かれるマキさんと豆川さんの再会。行政書士として新しいカフェ開業の依頼人と打ち合わせに臨んだマキさんの目の前に現れたのは7年前の元恋人だった豆川さんという場面でしたね。いきなりの再会、それもまさか仕事の依頼人としてというのは本当に衝撃的だったでしょうね。マキさんの豆川くんという声に全ての感情が凝縮されていたように感じます。そして豆川さんのマキという返事、互いに驚きを隠せない瞬間でした。しかしマキさんはそこで深呼吸をしてすぐに専門家の顔に戻りました。このプロ意識の高さと同時に自分自身の感情を必死に抑え込んだ姿にまず心を打たれます。そうですね。仕事とプライベートの感情が交錯する中でいかにして冷静さを保つか、これは私たち大人にとっても非常に難しい課題です。特に過去に特別な感情を抱いた相手に対してはなおさらでしょう。その後も書類の確認や役所への問い合わせで2人は顔を合わせる機会が増えていったわけですが、マキさんの心の中では豆川さんが時折見せる人懐っこい笑顔にかつての思いが揺さぶられていたと。まさに心のざわめきですね。恋愛心理学でよく言われる未完了の感情というものがありますが、別れたとはいえ完全に消化されずに心の奥底に残っていた感情が再会をきっかけに再び浮上してきたということかもしれません。そして物語の転換点となるのが豆川さんからのお礼も兼ねて食事でもどうかなというメッセージでした。これマキさんの胸がどれほど高鳴ったか想像しちゃいますね。本当にきっと復縁という2文字がマキさんの心によぎったことでしょう。人は期待しているとき、相手の些細な行動や言葉を自分にとって都合のいいように解釈してしまいがちですからね。これは確認バイアスとも言える心理状態です。そうした期待を胸にマキさんは柔らかな色のワンピースを選び、控えめな口紅をさしてレストランに向かいます。この描写からも彼女の胸の高鳴り、そしてデートへの淡い期待が伝わってきます。だからこそ指定のレストランで豆川さんの隣に可愛らしい女性が座っていた時の衝撃は計り知れません。豆川さんの彼女はカフェを一緒にやるパートナーなんだという言葉、そしてまだ結婚はしてないけれど店が軌道に乗ったらきっとそうなると思うという一言で、マチさんの心の中で何かが音を立てて崩れ落ちるのが痛いほど伝わってきました。本当に切ない場面でした。そうだったんだというマキさんの心の声に彼女のすべての期待が砕かれた瞬間が凝縮されていましたね。しかしそこで彼女が選んだ行動がまた見事でした。はい、職業人として、そして昔の恋人としての記憶や思い出は胸の奥に押し込んで精一杯の笑顔を作る。この描写はマキさんの強さと大人の対応能力を象徴しています。声は少し震えたものの、彼女は全力で2人の夢を応援すると言葉を送りました。プロフェッショナルとしての自覚、そして一人の大人としての品格。
自分の心がどれだけ傷ついていてもそれを表に出さず相手を祝福できるというのは並大抵のことではありません。豆川さんから見れば牧さんはただの優秀な行政書士だったのかもしれません。しかし牧さんにとってはその全ての業務が心の余白にさまざまな思いを刻んでいく時間だったわけです。恋愛心理学の観点から見ると、このような状況で自分の感情をコントロールし理性的な行動をとることは自己肯定感を保ち次のステップに進むための重要なプロセスと言えます。自分を尊重する姿勢がここにはありました。そして物語のラスト、店を出て自然と肩を寄せ合って歩いていく豆川さんとその女性の後ろ姿を少し離れて見つめるマキさん。あの時の自分たちと重ね合わせるような視線が胸を締め付けます。胸の奥がキュッと締め付けられるけれど、不思議と涙は出なかった。ただどうしようもないほど切なく、そして少しだけ温かいという感情の機微が本当に印象的でした。完全に冷め切ったわけではないけれど、どこか温かさを感じるというのはただの失恋というよりも過去の美しい記憶として消化されつつある証拠かもしれません。そうですね。失恋から立ち直る過程にはまず現実を受け入れることと、そして自分自身の感情と向き合うことが大切だと言われます。マキさんは夜空を上げ、応援するって言ったんだから私も前を向かなきゃとつぶやきました。この言葉は自ら新しい一歩を踏み出す決意表明のように響きます。彼女の背中にかつての恋の記憶が静かに溶けていったという表現も非常に示唆的です。苦い経験として残るのではなく、彼女を構成する大切な一部として心の中に穏やかに収められた、そんな印象を受けます。書類の余白に残る思い。このタイトルが示す通り、仕事という現実の中に忘れられない感情の余白が確かに存在し、それがマキさんの人間性をより深く豊かにしているのだと感じました。リスナーの皆さんも過去の恋愛や心の中に秘めている思いについて改めて振り返るきっかけになったかもしれませんね。私たち誰しもがそれぞれの心の帳簿にさまざまな感情を記しているのだと思います。今回の物語は切ないけれども最終的には前向きな静かな強さを持ったマキさんの姿を描き出してくれました。感情とどう向き合い、どう乗り越えていくか、私たちに多くの示唆を与えてくれます。さて本日は書類の余白に残る思いをめぐって恋愛心理学的な視点も交えながら語り合ってまいりました。皆様の心にこの物語と私たちの解説が少しでも残れば幸いです。ありがとうございました。最後まで聞いていただきありがとうございます。マキのプロフィールはこちらです。27歳の行政書士です。彼女のイラストギャラリー動画を YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトつづりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。